빌어 두꺼운 나름이 얼었네 잠시 들어간 꿈속에도 나를 괴롭히는 환상통은 여전해 나는 날 잃은 걸까 아니 날아둔 걸까 난 문득 호수로 달려가 오고 속한 내 얼굴 있어 부탁はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。はい、今回はですね、テテちゃんの第2弾ということでございまして、シンギュラリティですね、見ていきたいと思います。で、今回は、リクエストにもあったんですけど、ライブ映像、こちらのライブ映像からぜひという解説お願いしますということをいただきまして、見ていきたいと思います。静岡ジャパンっていうふうに2019年2ヶ月前にアップロードされた動画の URL を送っていただいたので、ちょっとこっちの方から見ていきたいと思います。いやー、すごいですね。破壊力がすごいなっていうふうに本当に思いました。同性の人間から見ても、本当にその美しさに引きつけられてしまう、引き込まれてしまうっていうところがあるのでね、ちょっとそういうところを今回見てきていきたいなと思います。行ってみましょう。まずですね、29秒ですね、横たわる王子ということで、今これご覧いただいている通り、もうすでに横たわっていらっしゃるんですけれども、29秒の位置ですね、この感じはすごいですよ。様になり方が半端ないなって思ってて、これもうね、すごい、もう横たわってるだけなんですけど、なんかやっぱテテちゃんだから出せるこの雰囲気っていうのはありますよね。ここは横たわってるところが首をこういう風に傾けるだけなんですけれども、この首の傾けの何ですか、長さで言っても多分5センチとかそのぐらいしか動かしてないんですよ。5センチ10センチぐらいね。このフォルムあらゆるところの、足がちょっと上がってるところと、この手の伸びてる部分と、この肩幅の部分と、この首のラインからのこの頭のかしげ方っていうところ全て含めてね、パワーすぎるからの、ここから33秒ウェイクアップ王子見ていきましょう。ここでございます。王子が目を覚ますところですね。この目を覚ますところの目の開け方と、そこからの歌い出し、ここってすげえスキルフルなことをしてるっていう風に思ってて、パッて開けるんじゃなくてスッとっていう、できねえや、ナチュラルにやっているようですけれども、多分相当な訓練が必要なもので、ですからそういうお芝居もやってらっしゃる方ですよね。お芝居やってらっしゃる方っていうのは、とりわけ舞台とかと違ってテレビの場合は顔とかアップされるので、顔のその表情の作り方っていうのをすごいやっぱ研究されるらしいんですけど、目の一個一個のその動作含めてですね、今回見ていくのはその目の動きがマジですごいなっていうところを取り上げるんですけど、なんかそういう経験がやっぱり生きてるんじゃないかなっていうふうに思う瞬間でもありますね。目を開けた時の開け方が素晴らしい。見ていきましょう。すごいかっこいいな、改めて思うけど、やっぱりからのですね、このまま歌うんですけど、目線今この位置にキープしたまんま顔だけ動かすっていうところで40秒目線そのまま王子見ていただきましょう。これが結構な高等レベルです。要するにこうやって歌ってるところから、位置ですね、見てるポイントだけ変えずに顔の位置だけ変えるっていうこのスキル、これですよ。目線を逃してないじゃないですか。僕らの方を見た状態でこうやって歌ってて、それからググってまたちょっと目線じゃない、顔の向きだけ変えると、表情がまたちょっと変わったように見えるんですね。ただ目線は全くこう動かさないっていうところのこのハイレベルな技術ですね。他って一切動いてないじゃないですか。もう本当に最小限の領域だけのみを動かして歌ってるんですけど、それが一番映えるんですよ。ここでなんか手を使って顔元とかじゃなくて、もうこの顔を動かすだけ、この角度だけでもう会場をガッと沸かせることができるっていう技術、これは技術です。はい。からのですね、
目線だけ王子45秒ですね。この3秒後に来るんですけど、ここで今度は顔の位置がフィックス固定された状態から目線だけ動かすっていう、ここも匠の技。これですね。これなんですよ。言いたいことは山ほどあるんだけれども、まずその目を動かすスピード感、ツッ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 じゃなくてスッって動かすんです。スッ、このスピード感だけこう動いてって、目線は変わらずに来てて、ここからツッツッツッピュッっていう風に動くの、ピュッっていうところですね。見ていきましょう。この速度が肝でございまして、ギリギリまで目線引っ張ってるわけですよ。要するに顔を切って目線だけ残して歌いながらペッっていうペッですね。固定するところと動かすところのこのコントラストがはっきりしてるから、これだけ最小限の動きをしててもここまではっきり見えるっていうところです。脳髄を刺激する王子58秒を見ていきたいと思います。これはもうね、頭の奥底の脳髄までこう響くようなパフォーミングですよ。考えられない、抜群すぎるんですよね。一発ですごいのは何かっていうと、一発で全部この域に持ってってるっていうところがすごいんですよ。完成された表情をこれリアルタイムで一発でやってるっていうところ、これはもう完全に技術の高さだと思ってます。僕らのタイミングよりちょっと遅く出してくるっていうところです。だんだ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 だんっていうふうにゆっくりこうやって上げてくるんじゃなくて、ちょっと待ってスッみたいな感じ、さっきの目線トゥッ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 スッみたいな感じ、ちょっとねじらしが入るんですよ。このじらしが僕らのこの見てる側をこうガーみたいな、この前のめりにさせる。だから引きつけてパッっていう風に、そのもう決めどころのところにポジションを一気にパーンって持ってきちゃうっていうところのこのスキルですよね。ここなんですよね。テンポよく上げないっていうところ、タイミングよく切りよく顔とか目線を動かさずに、ちょっとその手前とかちょっとその後ぐらいでそこに持ってきちゃうっていうところが僕らの思考を裏切る行為になるわけですね。からのじゃん、1分12秒ですね。このじゃんは強すぎますよ。本当にこれすごい、本当にすごい。どういうことよ。そのジャンっていう区切りですね、音の区切りの時にバッチリはめてくるんですよ。ここなんですよ。ちょっとずらしたりちょっと早めに取ったりすることによってってなるじゃないですか。もうちょっと次いつ来るのっていうところはダンダ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 ンジャン、ここですよ。キャーがすごいじゃないですか。僕のキャーか今のは。でもお客さんも多分すごかったと思うんですよ。なんですごいかっていうと、その前まですごい散々僕らはこう持って遊ばれてるわけですよ。そこでそっかそこってなってからの、ここ来るよねだよねっていうその同意、だよねっていうところですよね。やっとここで噛み合った私たちみたいなこの瞬間があるから、ここでバーン湧くわけですね。の音とリンクする目線、これがすごいところ。1分51秒ですね。ちょっと見づらいかもしれないんで何回かやっていきたいと思いますけど、音に対して正確にトントントンって目線を3方向に向けて最後正面を向くっていうスキル、これです。トゥンツッツッカっていう風にスネアとそのハイハットツッツッカっていう音に対してドンツッツッカっていう風に持ってってるんですよ。これはやばい。見えました？こっち見てるところがツッツッカで、かのタイミングでここなんですよ。これはね、一応踊り手側としてもやばいなっていうふうに思います。そこの音の取り方か、よくトゥッツッカツッツッツッとか手とか首とかっていうその体の何かを使って細かい音をツッツッカとかっていうのはやるんですよ。パフォーマンスのやり方としてあるんですけど、目でそれをやるっていうところ、目も使えるやん音取りにっていう発見。ここですよ。ここは個人的に一番ポイント高いところ、僕の中では。あんまりまだ会場ではキャーとかなってないですけど、僕的にはこれはかなりやばいと思ってます。もうボン
はい。からのですね、笑う王子、1分55秒ですね。見ていきたいと思います。ハッピーの笑顔じゃないところですよね。これ。なるほど、なるほど、なるほど。なるほどね、なるほど。この手にちょっと隠れたような状態でまた笑みがこぼれる感じ。肩も上がるところですよね。わけが分かんないぐらいすごいと。からの2分4秒破壊力、ここはすごいですね。僕が言ったのはここですね。さっきまで髪が降りてたところから髪をかき上げることによって顔正面を向いた時に表情が変わるわけですよ。で、大事なポイントは何かっていうと、この首のラインからおでこにかけての肌が通ずるところ、ここにセクシーが集まってるっていうふうに僕はちょっと思ってて、こことこれセクシーの度合いが違うんですよ。これよ。からの目がこうこっちが上がる感じ、ふんってなって上がってこう見る感じにつながってくるわけでございますから、ここでね髪を上げるのにも多分理由があると思うんですよね。全部ねつながってるっていうところ。正しい中指の使い方、2分15秒ですね。もうこれはててちゃんにしかできませんわなっていうもの。事件ですよ、これに関しては。この感じ、決して指を食べてるわけじゃないんですよ、これは。だって顔上げる時に唇から持ち上げないじゃないですか、普通はね。でもそこをこういう表現で来て、下唇当ててここがパッっていう所作たるや、マナー講師みたいな感じ。水面を踊る王子、2分40秒見ていきたいと思います。とはいえパフォーマンスが僕非常に素晴らしいなと思ってて、例えばここの瞬間のこの質感がすごくいいんですよ。後ろのバックダンサーの方たちは結構もうがっつりこういう質感というか振り付けとしてかっこよく踊ってるんですけど、ててちゃんの場合結構やっぱ質感重視なので、肩のこのすぼめ方ですね。大きく動いて肩を広げてるところから肩をちょっとすぼめて踊るような感じが出てて、ここの後はその触り方っていうところのテイストがむちゃくちゃ絶妙。シンギュラリティのこの曲の全てのねなんか雰囲気テイストに合ってるんですよね、ここがね。この落とす瞬間とかがすごく力みがないっていうところですよね。自然と出てるパフォーマンスっていう感じでいいなっていうところを、ちょっと軽く紹介した上で、2分40秒の水面を踊る王子見ていきましょう。ここがすごくいいと思っていて、シンギュラリティのミュージックビデオの方ですよね。オフィシャルの方を見ると割と後ろのバックダンサーの方たちはタタタタタタタ頭の位置変えずにやってるんですけど、ててちゃんね結構跳ねるようにいってるんですよ。ここの後ろで鳴ってるピアノの質感とかに合わせてるんじゃないかなっていう、そのピアノがちょっと弾ける感じをテイスト的にこうやってタタタタタタってやってるんで、結構トントントンってピョンピョンピョンっていう感じがあって、それがすごく水面をこうなんか跳ねるような、そういう神秘的な雰囲気に見えていて、すごくここがね僕は好きなポイントなんですよね。わかります？後ろのバックダンサーの方と比べてみてもててちゃんのこの跳ね具合がすごくあるじゃないですか。まるでここ妖精のように飛び跳ねるわけですよ。なんかここのね質感がすごく好きですね。だから本当にもう踊ってるっていうよりもなんか自分の中でのそのワルツをみたいな足でこう水面を踏むような感じがすごくあって、僕ねここかなりのお気に入りポイント。こういうところはそのダンスとして踊るんじゃなくて、その時の表現として表情として心情が出るようなパフォーマンスがこういうところに出てるんじゃないかなっていうふうに思います。それからの3分19秒ですね。落ちる仮面も音に合わせて、これね結構僕の中ではすごいなと思ったんですよ。ててちゃんが仮面を落とすシーンがあるんですけど、落とすところとね音のタイミングが合ってるんですよ。
落とすところとドンドンドンっていうところのドンの音が全く一緒にリンクしてるっていう、これ偶然かにしては完璧すぎる。からのこう落ちてこっちにはけてっちゃうこの感じも含めて仮面の役割がすごい。素晴らしいなあ。からの役者だな王子、3分43秒ですね。見ていきたいと思います。ここはねすごいですよ。この目線、この表情、これできる人いないんじゃないかなって思っちゃう。正直 K-POP 界の中でここまで表情で見せられる人たちいるかなっていう風に本当に思っちゃうぐらいすごいです。やっぱり歌あってダンスあってってなるとうわーとかドドドドとかっていうその歌かっこよさパッパッドゥーンとかっていう大きく激しく動くものに焦点が行きがちだし、そういう分かりやすいものにどうしてもフォーカスが行きがちなんですけれども、こういうところ本当にしっとりとその人がもうその人としてできる最大の見せ方をすることによって観客がうわってなるその感動みたいなものを持ってくる引き出すポイントがすごくうまい方だなっていうふうに思います。決してすごいダイナミックな大胆なことをするタイプの方ではないんですけど、こういう一個一個のその表情の使い方、目線の置き方っていうところでここまで人々に感動を与えることができるっていうのはパフォーマンスをしていく上で本当に非常に大切なポイントです。どうしても大きい方にみんな目が行きがちだし、そっち行っちゃいがちなんですけど、こういうところですね。だから自分を知るパフォーマンスっていうのをこの前もちょっと